森泉ってモデルや。本当だ、空港だ。震災以降。木の裏？これか。綺麗だね。こっちもさ。なんか青いね。めっちゃ綺麗。なんか止めるとこねえかな。なひ。秘境だな。めっちゃ青かったね、川。青かった。止める場所がない。なひ。近いぞ。栗原市。これは宮城。後ろが一関で、ここは栗原市だから。あ、宮城入った。わ。宮城県に入った。酒造はどこだい？いいね。米この辺の。なんですけど、あ、それえ。あ、ただいま休業中ですって書いてあった。はあ。マジでちょっと前車気をつけてね。オッケー。なんとね、もう一個酒造はチェックしてあるんですよ。マジすげえな。プラン B まで用意して。ただどっか一旦入りてえな。ただ一旦ちょっと酒造に電話するために立ち寄ったスーパーの横のコインランドリーがあった。そこで洗濯しちゃおうか。コインランドリー。なんかこの可愛らしい感じの雰囲気で。トイレついてるの初めて。あとコーヒースペース。Wi-Fi もあるの。綺麗だったトイレ。60分。キャラバン切ったな。達夫から洗濯が終わったとの連絡を。終わった？終わった。余熱調理しておいた。お、いいじゃないか。隣のスーパーでね買い物してきたの。あ、そうなの？手羽トロ肉だって。美味しそうじゃない？希少部位とか書いてある。ジンバルを握ったらこうなっとったんよ。押すボタンみたいなのがなんか外れてて、何の拍子に外れたのか全くわからないんだけど。あ、これあ、これ森民で合ってるかな、読み方。森民酒造店。これだね。森泉醸造元。看板。うんめっちゃかっこいい。森泉ってモデルやん。こんにちは。かわいい狐の写真が。座ってる。かわいい狐の写真が。座ってんじゃない。あ、やっぱ森泉なんだ。あー、それも確定じゃね。古酒もあるんだ。30年だね。熟成してる。40年。すごいね。これも18年。ウイスキーみたいな味になってたら。狐ってこの辺にいるんですか？この写真の。野生ですか？野生です。あ、そうなんですね。飼っちゃダメなんだ多分。ああ、そっか。多分なんか。夜になると出てきます。へえ、そうなんですか。すごい。穴熊とかね、天も来ますよ。これ何口？甘口って書いてあるよ。あ、甘口。ありがとうございます。
ありがとうございます。絞ったまんまを買ったよ。うん、楽しみですね。この辺はこけしが名物なんだね。こけし屋さんと太鼓屋さんがあるね。うん、あった。これもこけし屋さんだ。こけし。すげえな。ちょっと気温下がった。お、2度。さっき5度とかで撮ったよね。さっきね、5度だったね。なんか超でかいこけしがある。マジか。でか。おちょっとお行った。ら山形。そうなんだ。山形。雪だもんね。めっちゃ雪。ガッサンとかその辺なんじゃねえ？あったシントロ。お、あったー。おー、煙がもくもくだね。いいですよ、いいですよ。しかも水ですね。しかも440円なんだよ。価格破壊。これシャンプーとかありそうだね。うん、あると思う。お風呂ルーティン。お、若干フレンチトーストみたい。うますぎ。芋ルーティン。これ紅はるか。日本バター餅協会認定だよこれ。俺も入りたいな、日本バター餅協会。うん？アルコール消毒。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。アルコール消毒お願いいたします。めっちゃトロトロすぎてさ、最高すぎて頭からぶっかぶりまくった。自然に湯を冷ましてなんか外に木桶じゃねえ、木の水路がこう張り巡らされてて、そこを通して冷やしてるんだ冷よね。やしてる。よかった、シントロの湯。ありがとうございます。あ、なんかイルミが点灯しておりましたね。イルミってる。フォトスポットもありつつ。あ、奥、奥ってなんか花部分。南駐車場。あ、それ熊肉じゃねえの。洗い物が少ないようにここで切る。濁りなんだ。本当だ、ちょっと濁ってるね。ちょっと微発泡じゃねこれ。ほら、泡。12時から日本対クロアチアがあるんで、うん。お酒はほどほどに。飲んでもこのシールのラインまでにしよう。今日は。汎用の粉になっちゃうんだが、やむなし使おう。すでにすごくいい香り。あー、イエーイ。うわ、うますわー。おお。アルコールが飛びますね。超うまそうじゃん。俺も脂身を噛み締めたい。まだです。いやー、サップ持ってきたら絶対面白かったな、この辺。サップは使わんと思っとった。おー、油がじんわり溶け出している感じがする。今切った野菜たちをクマです。ちょっと熱々。うまい。牡鹿半島と、あともう一個なんかね、島があって、橋で行ける島。そこはね、結構なんか面白そうだった。クマ噛めば噛むほど出てくるから。出てくる。その汁にも多分溶け出してるよね。うんうん。甘いって言うんだよね。この油の甘みが。調べてたら、牡鹿半島の付け根らへんの道の駅でジビエ売ってるってよ。買っといてもいいかなって思って。
猫ちゃん、猫ちゃん。あ、泣いた。この道の駅のトイレは爆池ですか。でこれ明らかに新しいもんね。いやそれね無理だった。無理ゲーだった。だって取れねえんだもん。どう頑張っても取れない今。言い訳ばっかりすんなよって思った。乾杯。サッカーのあの曲なんて言うんだろう。あ、知らん。それを流してちょっとテンション上げようかなって思ってんだけど。私サッカーおーで出るにおー出てきた。サッカー日本代表応援歌。おーおーいや知恵袋になんか質問してるやついた。サッカー日本代表の応援歌を教えてください。おーおーおーそれ表現してるのよ。アイーダだって。感染の際のご注意がありまして、はい声を出さないようにお願いいたします。無音で。そうそうそう。こんな飲んだん。もうほぼ残ってないんだけど。昨日買ったやつ。昨日の試合がやばすぎて延長戦突入しちゃってさ、やっと酒が抜けてきた。日本の試合から僕は勇気をもらいました。あ、そうでしたか。昨日の試合は本当に素晴らしい試合でした。早くやって。早くやってこの方。もうね、もう俺思い出しただけでさ泣きそうに涙出ちゃいそう。このゴールにぶち込むぜ。お、来た自動化した。ちょっと大丈夫？あ、大丈夫ほら6、7割ぐらい入った。まだ止まんない。6割ぐらい。立て直しのプランを図ろうか。立て直しというと？いやだって7時起きる予定がもう9時ですよ。なんかこの道の駅さすごいんだって。全国制覇してんの。宮城ガチャ。ちょっとこれやってみたい。なるこちゃんとこけし。これ外れなくね？結び丸は2種類。メリークリスマス。おお。めっちゃ硫黄の匂いするもんここの辺。ガストで乗ったやつじゃね。ねえ。ガスト限定じゃないんだ。ねガスト限定じゃない。え。おいこんにちは。無視された。朝から大盛況。ねそれ。この大きさ。このサイズ感。うん。ここの道の駅目まぐるしいね。味噌漬物系だけでもものすごいスペースあるし。宮城の豆使ってる。豆使ってる。これちょっと。くるみはデフォルトらしいね。どうやら。デフォルトっぽい。おお。各種スイーツも取り揃えてるわ。いや大丈夫。うん。この道の駅すごすぎて気づいたら30分もいたよ。今買ったしそ巻きがもう気になりすぎるからもう食べる。くるみは入ってるの？くるみ意外とくるみ感がない。あ、マジ？何事？ほんとすりつもりそうな雪。うん。粒でっか。粒でけえんだけど。ここで食っていこう。
昼飯を、うん早め昼飯なのかも朝飯なのかわかんないけど、もう9時から空いてるんでしょ。そう再びあ、ラーメンとかなんだ。なんかそばの麺もおー、なんか手打ちっぽいね。関西のなんかそば美味しそう。いただきます。で、つくんだけど、それらしくもなくない？右側あったあったけど止める場所が、あ、ここから入ってきて、これ一旦通り過ぎて逆方面から行かないと。石巻。東松島市。河北。常盆って読むんだよこれで。絶対読めない。読めないよね。そんな入る？ここも綺麗そう。いけてるわ。これ何山？なんかすごいね。 25,000円。手作り感がすごいよ。だってここにほら。ここすごいね。石巻焼きそば。ここなんかお湯が良さそうだったね。ナトリウムカルシウム。お湯が茶色くて、これもガチでお湯の色だけでこの色になった。ハロー。まだ午後の2時ですよ。奥松島。もう島に入った。え、もう入ってんの？もう島。入ってる。宮戸島にインしました。青海の島がポンポンいっぱいあるやつだよね、この辺。トイレここにあって、そこ右行ける駐車スペースがあるんだよね。綺麗そう。うちの堤防の先端に釣り人が2名。この寒さはさ、釣りのモチベーションが砕かれますよ。まるで夏だなこれ。やっぱここが一番だよ。うん。ラワの中が一番だよ。あ、なんか寒さで口が緩んだのかなとかよだれが出て。外がいかに寒いかを確認しよう。これお磁石ついてる。結構しっかりじゃね、やっぱここだな。ここに置いといて。10度ない。7度かな。
こちらが今日買った鴨肉。いいかも。鴨肉を調理するのも初めてかもしれない私。鴨肉。寝てたらご飯ができていた。ボーン。起きてますかそちらの方。カモ。ああ、お久しぶりです。カモ和風。昨日洋風だったから和風にしようと。いただきます。柚子胡椒を乗せてみた。うんま。多分川に泳いでたかも。どっかの。そういうこと？育ててるんじゃないの？若干内臓みたい。汁が最高。はいね。僕鍋の底に沈んでたそうみたいなやつがある。そう。宮城白目という大豆。ごちそうさまです。ごちそうさまです。よいしょ。開けたらドアで出るか。振らなくていいの？いやもうどうせ終わり。いやこの酒がね、とてつもなくうまいんですよ。とてつもなくうまいねこれね。電気消します。おやすみ。おやすみ。おはよう。もう最高。目覚めてから移動するまで最速だったかも今。多分10分ぐらいだろ。俺が布団から出てから。ああ、渋い。ちょっと邪魔になんないの？あっさ。うん、めっちゃ浅い。よくこんな浅いところに船入れられるよ。鏡台ってとこ行きたい。寺院みたいのがあって、うん。ここの会社に見たい。はいはい。すごい。これ響き渡り具合がすごい。叩いて何十秒も経ってるのにまだ響いてる。手掘りあれ手掘りのトンネルらしい。魚雷を積んで行く特攻兵器で信用っていうのがあったっていう。で全国にいくつかその基地があって、これ確証はないけどその一つだろうっていう風に言われている場所なんだそうです。ほら手掘りだよ。このカンカンやった跡っぽいのが見える。あ、なんかわだちあるね。しかも車これ通ってるね。断崖絶壁見えた。ん？あー、ほんとだ。穴がいっぱいある。資料がほんと残ってないんだって。
そういうなんだろう決戦兵器的なその秘密作戦だったから。そうそうあんま情報深いなこれも。マジで穴だらけ。穴だらけここにもある。あそこも穴。あ、なんか煙いと思ったらそこで焚き火してるんだ。穴生活できるね。後で行ってみる。砂岩質っぽい。ホラーなキャンプやってみたい。おー、なんだこれ。すごいねここ。これ夏だったらガチ泳ぎ確定じゃん。ガチ泳ぎ案件だね。松島の牡蠣を。滞在してみる。これちょっと松尾芭蕉来てるよね絶対。この場所さ。ここの辺で一句読んでるよ芭蕉さん。俺ですら読めるもんこんな場所。牡蠣の匂いがするわ。売ってるよ、そりゃ売ってるよ。これは牡蠣のゲッチュする場所でしょ。やってるよ。調べたよ Google マップで。あ、でも牡蠣処理場。ほらほら直売、奥松島水産牡蠣直売。ほれ奥松島水産。いやこんにちは。置いてあるのが殻付きのやつで、もう一つが置いてあるやつってことですよね。これが大きさ、袋の大きさサイズ。なるほど、これか。 500、300、200。わかりやすい。これもいいね。ちょっと小傷が入ってたりちっちゃかったりするやいっぱい食べれる。つ。あ、空き容量が少ないですって出ちゃった。あらら。これやっぱ震災後にできたんだ。うん、新しいもんね。牡蠣漁の再開。これ。うわ、パンパンに詰まってるやん。プリプリ。パンパンに詰まって入れて。いいね。いい感じ。さっき買った素晴らしい牡蠣。食べてみよっか。ちょっと待って、ちょっと待って。一旦これ出すから。食べようぜ。これを振って、なんか私はそれを食べる素晴らしい方法を思いつきました。ああ、柚子。いただきまいっちゃいましょう。うんまっ。今最高。うめえ。もう一個ずついく。もう一個いこう。これはうまいよ。これやばい。もうプルプルの。
でけえもんね。たまらん。素晴らしい牡蠣だ。これぐらい使おう。うん。昼ご飯ね。石巻焼きそば。オッケー。おー、稼げる焼きそばできた。いただきます。いただきます。うまっ。いや、この麺もうまい。このプリ見て、この。うん、見てる。俺なんてまだ牡蠣が3つもあるんだぜ。もう序盤から牡蠣食いまくってる私。これに。あ、海苔いいね、いいね。今まで秋田のバター餅をたしなんでおりましたが、岩手のバター餅はどう？え？なんかいろいろ入ってる。まあいいでしょう。なんかでけえ。食べ応えたっぷり。なるほど。正直に言って、秋田のやつのが圧倒的にうまい。これは普通にうまいぐらい。ただ、これミルクバーの味する。いやそうなの。ちょっとこれでもミルクバーうまいからうまいんだけど。なんかそうスナック菓子の味付けみたいな。まあまあまあ。なんか多分これ好みによると思うんだよな。好みだよ。あれね、北秋田のやつあれ手作りだよ。どっちも手作りやって。いやこれね、これ工場だよ。あ、本当。手作りのやつって生産者の名前書いてあるんじゃん。あれは手作りだよ。とりあえず大洗に入れてみた。うん。大洗まで行くかは分からんけど、方面的にってことで。あ、奥の細道。本山系。おー、なんか遊覧船も出てる。ああ、松島や。松島。観光地だね、完全にめね。っちゃ観光地。私らがさっきおったところはすっごい静かやったけど、この辺はそれ仙台空港だ。ほら、ここに。あ、本当だ、空港だ。空港。ANA ある。Google 先生、この空港見せてくれようとしてたのかな。そういうことか。これ面白いから見とけよ。俺らな感じで。空港見ても見てから帰る。ドライブのお供バター餅。ミルクバージョン。これ震災の遺構かも。近いし。中浜小学校。Turn right. 震災以降中浜小学校。あ、津波対策は事前に施されてたんだ。津波が迫る中、屋上に避難、90人が屋上に避難したんだ。で一夜を過ごして全員無事に救出された。そういう場所。マジか。津波の水ここまで来たのラインすごいね。あそこまで来たんだ。すごいね。それはもうあれだね。決死の感じだったんだろうね。職員室、校長室。おー、これ10年前のままってことだな。やっぱ小学校はさすが津波来てもがっちり柱とか残ってるな。あ、これ一番海側の教室だね。あ、なんか名残がある。床のあの感じで、あそこに棚があってランドセルとかあそこ入れてたんだ。ここ2メートルかさ上げしてから押し込んでたの。ああね、あらかじめ対策してたんだってね。そのおかげじゃん。これがなかったらもうこの辺まで。この部分がかさ上げされてんだ。2メートル。
すごかった。衝撃だった。結構ショッキングではあった。でちょっとまた全然違うんだけど、ここの近くに政宗さんが座った石なる場所があるらしく、いやなんかさ絶対誰も来ないでしょうね。地図をパーって見てて、政宗記念来所記念碑ってのを最初見つけて、と思って見たら、その政宗が座った石ってのが出てきて、面白ってなった公園なんだ。テトラポット、新品のテトラポットがいっぱいある。政宗は1589年4月22日米沢城を大橋5月初め芦名二階堂領主を牽制、軍を転じて相馬の背後をつく背後をついた。背後をつ相馬いた。さんの背後をついで19日駒上城、20日新地城を制略する。そっか、戦でここの辺に来てたってことか。先人の疲れを癒さんと辺り中の船を集めて須浜のなんとかに遊ぶ。海に遊ぶ。政宗さん海で遊んでたんや、疲れ癒すために。で宴、ここで宴したんだ。政宗さんが酒飲みながら座ってたってことでしょ。唐船の番所っていうなんか施設だったんだ。全然時代が違う。で政宗の石マジでどこ？全然ないんだけど。いや、ここで宴とか最高じゃんね。俺ここで宴したいわ。これのさらに上。政宗さんこんな山奥でやってたん。どこ？石。これ？俺違うな。あれ？家？多分そっちじゃないよ。なんか全然違う方行ってた。現地に来たら何も書いてないの。本当に？これ本当では唐船番所跡のすぐ隣。じゃあやっぱさっきのやつか。伊達政宗の座った石ってこういう書いてある。そう、本当だ。こんなのすぐ気づくはずじゃん。でかい木、この木の裏？これかこれだったのかおお。海見ながらここで酒飲んだんだ。これ伊達政宗が座った石。やべえ、トゲトゲがいっぱいぶっ刺さった。なんか靴底になんかついてる。よかったね。なんか想像以上に感動するよこれ。うんこ踏んでたらもしかして臭い？臭いかも。枝で補助取れた？県境が近い。そうですね。まさにあった看板。福島県。ハロー福島県。福島県新地町。さっきのさ、政宗さんの説明も新地城がどうのとか書いてあった。書いてあった。そこを落としてみたいな。昔から新地っていう名前なんだ。浪江町に入った。テレビでしか聞いたことない場所。私も来るのは初めてだな。南相馬市ではないのかな。そしたら抜けたんじゃない？南相馬町。相馬市。鮭の里浪江だってよ。鮭の里なんかさっきさ、鮭裁縫場ってさ看板あったよね。あった。なんか綺麗。浪江の道の駅もこれ新しいね。すごいモダンな感じで。
双葉双葉町。原発があるところや。やっぱ酒だ。木戸川の酒。へえ。なんかねオーシャンビューのお風呂らしい。でお湯がね褐色系のお湯らしい。黒っぽい感じの。お、海見えた。でっかい鳥居があるよ。何ここ。工場綺麗。綺麗だね。めっちゃ綺麗かも景色。ここですか？潮風そう。ここです。あ、そう、なんかスポーツ公園ってのもあるらしいんだよ。福島県楢葉町潮風荘。ゲーセン通貨全部 UFO キャッチャーや。こいつあれじゃん。出てこねえ。ホークスだ。なんかすげえ綺麗そうだ。うわ立派。バイバイ。ナトリウム塩化物温泉。確かにお湯黒かった。満月じゃん。もう今日も月が見事。なんか露天風呂からちょっと見えた。黒湯系のお湯でね、黒かった気持ちよかった。奈良派。あ、奈良藩道の駅に行ってみるね。なかなか人が戻ってこないってさっき調べたらあ、そうなんだ。わかんない。でもそれ2017年の記事だったから今はどうなってるかわかんないけど、結構でも家この辺は人がいる家が多い。人気を感じる。さっきの帰宅困難区域の周辺は結構厳しそうだった状況が。店とかも当時のまま放置されてるような店が結構あったりとか、きつすぎて撮影ができない。あそこのとこお、もしかしてここ？これが物産館でしょ。ここ風呂あるんだ。丸っぽい。お、リンゴ食ってた。あ、バレた。これは実家のピーマン。手羽とろ肉なるうまそうな肉を使う。止めたと思ったら今撮り始めた。おっと。できたー。ありがとうございます。いえいえ。ありがとうございます。ちょっと油が出すぎてるかな。ちょっと拭くか。油食う。俺油食う。飲む。油飲む。で、飲む。わかった。油飲む。じゃあ残す。大好き油。で、ここにネギダレをかけるわけだ。いやー。これは新潟の村上のお米でしょ。おー、すげえ。やばいね、できたね。やばいやろ。で、これだけじゃないという。ああ、これだけじゃない。これだけではありません。これだけではないです。いやー、すげえね。本日ゲットしたかきちゃん。これ生で食べるかきね。美味しそう。なんかいつもさ、皮ばっかり食ってるイメージあるから。これ普通、これ普通に食ってもうまい。やばい。さっき大きいの選んでたでしょ。いや、一番上にあったやつだ。あ、違う。袋からここに移すときに。あ、いただきます。もう多分感想はいらないんじゃないかっていう。ああ、もうブリブリ。殻付きの牡蠣をキャンプで焼くのも最高だったけど、これも同じぐらい最高です。油に浸して。これあれでしょ、岩手のスーパーで買ったやつでしょ。
あ、宮城だよあれ。宮城だ。氏江っていうご当地スーパー多分。宇治江のバカうめえこれ。うんま。これはうめえ。でも手羽トロっていう部位らしくて。うんこさん、この油汁捨てようとしてたの俺が阻止した。この部位さ、なんかめっちゃうまいよ。胸とももの中間みたいな味しない？うん胸身みたいにさっぱりしてるんだけど、ももみたいになんか油がついてて、皮がついてるのがいい。柔らかい。さりげなくすごいの来たね最後。この牡蠣のインパクトに勝り気味だもんこれ。負けてない？むしろ勝ってる。ネギ鍋マジ簡単よこれ。どうやんの？ネギを刻んで黒砂糖推奨なんだけど、あ、それ美味しそうなの取る？はい。あ、やったやった。この黒砂糖と醤油と酢、ごま油を垂らす。あ、ごま油入ってんだ。これ飲むわ。小さい声でいいですか？小さい声でいきますよ。ブラボー。本田さんネタな。長友さん。あ、長友さん。うますぎ確定。ごちそうさまでございます。じゃあ行きましょう。Thank you 奈良葉さん。出発。さっきねトイレ借りついでに館内ちょっと見学してきたんだけど、入浴施設もあってで休憩スペースとかも結構広々してて超いい感じだった。ここからもう高速になります。で行けるところまで行ってね。で明日早いうちに帰る。0.1 から 1.8 って幅広くね。最小値と最大値。久しぶりの高速だな。あったー。北茨城市。茨城に入った。茨城県北茨城市。9時ぐらいを目安に休憩所に入る。今8時だからあと1時間ぐらい。モーウェイに入りましょう。時間もちょうど9時だね。もうここまで降りてくると寒くねえな。おやすみなさい。手だけ洗うか。初めて結露がない朝。すごいね。初めての快晴じゃないこれ。そうかも。完全晴れ。ここ最高スポット。そう、高速ってたまにねこういう穴場スポットがあるんだよね。よく見ると。向こう運転で。そう。